ガッチガチの背中をほぐす前鋸筋をしっかりねほぐす修行をお伝えしていきます。はい、1、2、3、4、素晴らしい。おすごい。門下生の皆さん、ようこそ。山内です。このチャンネルでは私が長年研究開発した整体テクニック、手技を習熟度ごとに門下生のみんなに伝授していきます。今回は悩まない体づくり修行シリーズです。修行のように日々継続することで体の不調の予防につながる効果的なストレッチを伝授していきます。今回はですね、ガッチガチな背中のこり、張りを予防、そして改善する修行です。背中のね、張りやこりはね、辛いだけではなくて、肩の動きが悪くなったり、呼吸が浅くなって、全身症状を引き起こす可能性があるので、しっかりね、日頃から予防していくようにしましょう。今日、皆さんにお伝えする修行は、前鋸筋ストレッチです。このストレッチはね、背中と肩甲骨をつないでいる前鋸筋っていうね、筋肉にしっかりアプローチすることによって、背中のこり張りをね、予防できるだけじゃなくて、肩のね、可動域、上がり、そして呼吸をね、深くできるようになって、全身症状が改善することが期待できます。それではまず、今回のストレッチの見本をお見せしますね。まずですね、四つん這いになってください。そして、肩の真下に手首ですね。そして、股関節の真下に膝。こんな感じでセットします。で、首もまっすぐにして、この状態で力を抜いて、肘はしっかり伸ばしてください。力を抜くとこんな感じ。前鋸筋は軽くストレッチされている状態になっています。そして、前鋸筋を運動させると、どういう運動かっていうと、こんな感じです。いいですか？地面と平行にこうやって持ち上げてください。肘を伸ばしながら。5秒かけて、1、2、3、4、5。肘を伸ばしながら上体を下ろしていきます。この運動を5回いきますよ。ではお見せします。1回目、1、2、3、4、5。2回目、1、2、3、4、5。3回目、1、2、3、4、5。4回目、1、2、3、4、5。5回目、1、2、3、4、5。わかりましたか？そして、今回ですね、門下生の方に実際にお越しいただいて、背中の修行をやっていきたいと思います。今日ね、お越しいただいたのは、門下生の広野さんです。今日はね、よろしくお願いします。一緒に修行していきましょう。門下生の広野さんは、背中ですね。ちょっと背中がね、ガチガチに凝っていて、そのおかげで肩の動きがね、悪くなってるんですよね。そうです。特にどんな動きが嫌ですか？肩。上げる時とか、あとはこうこちら後ろにねが上がらない上がらない感じですね。はい、なので、普段ね、スポーツ、格闘技もされるってことで、スポーツマンなんですけど、ちょっとコロナの影響で、なかなかね、お家で引きこもっている時間が長くなったせいで、背中、はい、肩、特に背中を中心としてね、筋肉がね、ガチガチに凝り固まってしまったようなんですね。なので、それをほぐしてね、またしっかり元気に活動できるように、セルフ整体、修行を行っていきます。で、今日は特に、背中、ガッチガチの背中をほぐす前鋸筋をしっかりね、ほぐす修行をお伝えしていきますので、このね、ご覧の皆さんもね、私たちと一緒にね、修行していただけるとね、嬉しいと思いますので、やっていきましょう。はい、ちなみにね、今まで自分でこんなストレッチをしてきたんだけど、いまいちだったなーっていうのってありますか？はい、このような感じで、こんなでこう呼吸をするという、でこういうね、で伸ばすストレッチですね。ゆっくり呼吸をして、はい、そういうものをしばらくやってたんですけど、ピークがあまり効果はなかったですね。呼吸をするのはとてもいいことなんですけど、はい、やっぱりただ筋肉を伸ばすだけのストレッチっていうのは逆にね、筋肉を硬くしてしまう可能性があるので、はい、筋肉の元からね、はい、ほぐすストレッチ修行をね、お伝えしていきたいと思います。はい、広野さんの体の硬さっていうのをちょっとチェックしていきましょう。右手を背中後ろに回す感じでちょっとやってみましょう。これがね、ちょっと硬くて上に上がらない感じですね。無理しないとこのぐらいですね。このぐらいで手のね、動きが止まってしまいます。で、反対。こっちはね、すごく上がりましたね。肩甲骨の横側まで親指がつきます。なので右肩ね、後ろに回すのがちょっと苦手
になってるってことですね。やっぱり後ろに回しづらいってことは、かなり背中の筋肉がね、凝り固まっています。プラス、背中の凝り固まりをチェックするために、こうやって両肘を合わせてもらって、ここでできる限り上に上げてみましょう。この辺でね、止まってしまいますね。実際これは肘がね、鼻の高さまで行くのが普通です。で、背中が凝り固まっていると、これ硬くなっちゃうんですね。これ解決していきましょう。はい、背中と、あと肩甲骨のこの内側から、こうやって前側につながっている前鋸筋っていう筋肉が凝り固まっている可能性が強いんですね。なので、この肩甲骨の奥底とかの塊によって、うまくこうやって動いてくれない。から背中が凝り固まったように感じるし、肩自体が動かないということにね陥るので、この前鋸筋のね凝り固まりを改善する修行を今日はね一緒にやっていきましょう。それではね、早速前鋸筋をしっかりねほぐす修行を行っていきます。前鋸筋っていうのはね、そもそも肩甲骨のね内側からこうやって肋骨に向かってついてる筋肉なんですけども、山内流の修行っていうのは筋肉を収縮させながらも伸ばしたいんですよ、はい、ゆっくり。前鋸筋の筋肉を収縮させるっていう運動はこれです。そして5秒かけてゆっくり肘を伸ばしたまま12345とこうやって上体を落としていきます。筋肉の繊維がパラパラにほぐれてくるんです。なのでそれらを踏まえて四つ倍の動作をとって今の運動を一緒に行っていきましょう、はい、まずねこの四つ倍の姿勢をねとってみてください。肩関節の真下に手首、そして股関節の真下に膝、これが開始です。そして前鋸筋をしっかりギュ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 って収縮させるためには胸をそのまま上に持ち上げていきましょう。この時肘は絶対に伸びています。体幹を上に持ち上げると前鋸筋、ここのね前鋸筋が働きました。いいですね。で今収縮しています。そして上体をゆっくり5秒かけて下に沈めていきましょう。1、2、3、4、5、こんな感じです。これを5回連続でいきましょう。いいですね。まず収縮しっかり持ち上げて、そうです、肘伸ばしたままゆっくり背中全体を落としていきましょう。1、2、3、4、5、OK。 2回目いきましょう。収縮させて1、2、3、4、5、うまいです。3回目いって1、2、3、4、5、4回目1、2、3、4、5、ラスト。はい、1、2、3、4、素晴らしい。ほんとちょっとのポイントなんですけど、途中でこうやってねこうするときにちょっとだけこうやってね肘が曲がっちゃうんですよ、はい、なので少しぐらいはいいんだけど、できる限りね肘を伸ばしたまま行うと前鋸筋だけが緩んでくれるんですね、はい、これをね修行として毎日継続していただくと背中のこりにね悩まない体づくりをできるので、はい、ぜひ毎日実践してください。はい、はい、それではねしっかりね今ね修行していただきました。なのでビフォーアフターのねセルフ整体後の修行後のチェックをしてみましょう、はい、まず後ろ向いていただいて、どこまで感じどうですか？親指ねこれかなり上がってると思います。すごい。つけてもらってでちょっと上に上げてみましょう。おすごいすごいですね。めちゃくちゃすごい。よくありがちなんだけど肩が、後ろ回すとかね腕が上がらないからって言ってこれいわゆるねこの肩関節だけと思わずにやっぱり肩甲骨と背中でつながっている背中の筋肉の凝り固まりが肩の動きを邪魔していることがほとんどなので今日チェックできてよかったです、はい、今回のね修行私のストレッチでね、はい、何か疑問点とかなんかお聞きしたいこととかありますか？はい、よく先生のセルフ整体やってるんですけど、その時にゆっくり動かすのとこうポンポンポンって動かすものがあるんですけど、その違いというのは？なるほど。今日は特に修行なので5秒かけてゆっくりほぐす運動を行いました。どんな目的があるかっていうと常に筋肉にね重力を与えてるんですね。
で、運動中5秒間全て重力がかかっています。はい、重力がかかってるってことは、それで筋肉が収縮するんですね。この山内流のセルフ整体っていうのは、どの筋肉にも最初、2重をかけて重力を感じてもらって、5秒かけてゆっくり戻していくと、筋肉は縮んでるんだけど、1、2、3、4、5と、こうやってストレッチされていくので、縮みながらストレッチすると筋肉の繊維ってパラパラになるんですよ。はい、さっき最初に言ったね、ただこういうストレッチすると、筋肉の細胞、繊維は凝り固まったままで、筋肉の表面だけ伸ばされて、使えない筋肉をね、完成させてしまうんですよ。なので、筋肉って縮んで、関節を動かすために存在しているのに、表面だけ緩めると筋肉が縮んでもその張力が関節に伝わらないんです。だから働けない筋肉を完成させてしまうんです。なので今言ったゆっくり5秒かけて行うっていうストレッチは本当に理にかなった繊維をパラパラにほぐすっていうストレッチです。プラスよく私がやるピュッ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 ってね、素早く繰り返して10回ぐらい運動する。これっていうのは緩めた後に筋肉を今度素早く収縮させる効果がある運動です。なので筋肉って瞬時に伸ばされた後に収縮しようとする。そういう瞬時に動かしたい筋肉っていうのがあるので、そういう場合は伸ばした瞬間に縮める。ボン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 って伸ばしてすぐ縮めると筋肉って縮みたがるので、筋肉って縮んでなんぼだ。その刺激をするって分けてます。こうやってね、皆さんもね、コメント欄とかでね、いろんな体の悩み、セルフ整体の運動の悩みについて、ね、質問していただけると嬉しいです。そして、この背中の修行、前鋸筋のストレッチのポイントは、ただ一つ。肘を伸ばしながら行うってことです。これね、肘を曲げてしまうと、胸だったりね、他の筋肉の修行になってしまうので、全く効果がなくなってしまいます。しっかり肘を伸ばしたまま、これで前鋸筋を収縮させる。そしてゆっくり重力を感じながら1、2、3、4、5。この時、下ろす時にね、肘が曲がらないようにしてくださいね。それではね、今日ね、お疲れ様でした。ありがとうございます。山田さん、本当にいい結果が出てね、僕本当めちゃくちゃ嬉しかったです。このセルフ整体を行った感想、修行を行った感想、どうですか？もう長年凝り固まってたのが、こんなことで緩むっていうのは、そうですよね。驚きではありますけど。それ、僕本当によく言われるんですけど、こんなことでっていう風にね、それがね、山内流なんです。山内流のね、修行を、例えばね、どんな方にお勧めしたいですか？身近に同じような、体が硬くて悩んでる、はい、親戚含めいますので、この方々に進めたいなと思ってまして、すでに実はこの YouTube いいよっていう進めたりはそう言ってくれてるんですね。しています。めちゃくちゃ嬉しいです。なのでね、この山内流のその筋肉へのアプローチをね、みんなにね広めて、日本全部でね健康になっていけたらいいですよね。はい。そして今回のね広野さんのようにね、この YouTube に出演していただき、私と一緒にね悩みを解決していただける方は概要欄でね、皆さんのご出演を募集していますので、ぜひチェックしてください。いかがでしたでしょうか？可動域バッチリ変わって背中が楽になったよっていう門下生のみんなは高評価、そしてコメントをどんどんください。それではまた次回。